今日は抹茶のシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、抹茶シフォンケーキを作っていきたいと思います。材料はたったの6つで作ることができます。抹茶の香りがしてとてもね、ふわふわしっとりで美味しいシフォンケーキに仕上がります。生地の混ぜ方やあとは焼き方などにもね、ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お砂糖、サラダ油、牛乳、抹茶パウダー。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。今回は普通の白砂糖を使っていきますが、こちらはグラニュー糖で代用していただいても OK です。そしてこの牛乳に関しましては、こちらは水で代用 OK です。そしてサラダ油ですね。こちらは米油で代用していただいても大丈夫です。そして今回はですね、100円ショップに売っている15センチのシフォンケーキ型を使っていきます。こちら紙でできているね、型になります。すごくね、扱いやすいので、紙の容器を使っていただくのがおすすめです。こちら100円ショップのダイソーさんで購入したものなので、ぜひチェックしてみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきたいと思います。まずですね、こちらの卵を白身と黄身に分けていきます。白身は泡立てますので、ちょっと大きめのボウルに割り入れてください。では割り入れます。そして卵黄はこちらに入れましょう。このように2つに分けてください。白身に関しましてはこちらを後ほど泡立てていくので、それまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。それでは続いてこちらの抹茶パウダーを牛乳となじませていきます。この抹茶パウダーなんですが、すごくね、ダマになりやすいので、最初に牛乳できれいに溶いておいてください。そうするとね、ダマができにくくなります。まず容器に抹茶パウダーを入れます。そしてここに牛乳を少し加えてください。だいたい半分ぐらいですね。そしてよく混ぜましょう。牛乳が馴染んだら残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜてください。ダマができないようにね、しっかり混ぜましょう。このようにある程度馴染んで、もうほとんどダマがない状態まで混ぜたら、最後ですね、仕上げに少し加熱します。そうすることでより滑らかに仕上げることができます。ではこちらを電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜましょう。はい、OK です。このように滑らかになるまでしっかり混ぜてください。温めるとね、ちょっとね、この抹茶の生地が柔らかい状態になります。そうするとね、混ぜやすくなって、ダマがね、だんだんなくなってくると思います。抹茶の準備はこれで OK です。こちらはですね、このまま粗熱を取って置いといてください。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まずね、卵黄だけを軽く溶きほぐします。溶きほぐしたらお砂糖を半分加えてください。砂糖を加えた後なんですが、手早く混ぜるようにしてください。そのまま放置してしまうと砂糖が卵黄の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまいます。なので加えたらすぐ混ぜるようにしてください。では半分加えます。大体で大丈夫です。そして手早く混ぜましょう。1分ぐらいするとね、ちょっとふわっとした感じになってくると思います。そこまでしっかり混ぜてください。そしたら続いてここにサラダ油を加えます。加えたらですね、よく混ぜてください。分離しないようにね、しっかり混ぜましょう。だいたいね、30秒くらい混ぜれば OK です。それでは続いてこちらに抹茶を入れていきます。一度にね、入れちゃって OK です。はい、そしたらこちらをよく混ぜましょう。こちらもね、分離しないようにしっかり混ぜてください。これで OK です。では続いて薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。このようにね、ちょっともったりとした生地感になります。卵黄生地はこれで OK です。
それでは続いて卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。それではですね、まず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。そうするとね、ちょっと粗めの泡が立ってふわっとした感じになってきます。そしたらですね、ここにお砂糖を半分加えます。はい、そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立ててください。30秒泡立てるとこのようにね、角がピュンと立ってきます。そうしましたら残りのお砂糖を加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、30秒泡立ってました。そうするとこのようにね、ピンと角が立ってくると思います。そしたら最後仕上げですね。低速で1分泡立ててください。はい、OK です。最後ね、低速で仕上げることでこのようにとてもきめの細かい仕上がりになって、さらにツヤも出てきます。卵白はこのように泡立ててください。今回私はですね、ハンドミキサーを使ってるんですが、ない場合は手動のホイッパーでこの泡立て具合を目安にして泡立ててみてください。それでは2つの生地を合わせていきます。まずこちら卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れてください。そして1回目はしっかりめに混ぜてください。2つの生地をなじませるイメージでよく混ぜましょう。はい、OK です。そうするとね、先ほどよりも滑らかな生地感になります。そしたらですね、もう1すくい入れてください。そして2回目はですね、ふわっと混ぜていきます。泡をね、あんまり潰さないように大きくふわっと混ぜてください。はい、このように混ぜます。少し卵白の筋が残るぐらいで OK です。このぐらいまで混ぜましょう。そうしましたらこちら白身のボウルに生地を移し替えます。そうすることでね、混ぜムラを防ぐことができます。はい、でこのように加えたら、まずはじめに泡立て器を使ってふわっとね混ぜていきます。こちらもボウルを回しながらね、大きく大きく混ぜていきましょう。もしね、こういった卵白の塊がある時は、そこをめがけて泡立て器を差し込んで、そしてくるっと回転させながら混ぜてみてください。そうすることでね、塊を取り除くことができます。はい、そして卵白の塊がなくなったら、最後仕上げでゴムベラでふわっと混ぜていきます。生地をね、下からこうやって持ち上げるようにね、混ぜてください。抹茶の生地はこれで完成です。それではね、シフォンケーキ型を用意してください。この中に生地を入れていきます。反対側からもね、入れましょう。はい、このように入れました。そしたら少し高いところから 2,3 回落とします。はい、そして竹串を使ってちょっとくるくるします。そして表面をね、平らにしましょう。あとこうしていただくとね、大きな気泡も取り除くことができます。はい、このように生地をならしてください。ではこちらをオーブンの天板に乗せて170度に予熱したオーブンでまず7分焼いてください。今回はトータルで30分焼くんですが、まず7分ほど焼いたら一旦取り出して、表面に4箇所切れ込みを入れてさらに焼いていきます。そうすることでふっくらと綺麗に膨らみます。それではね、まず7分焼いていきたいと思います。はい、今ね7分焼き終わりました。そしたら取り出して4箇所に切れ込みを入れてください。このようにね十字になるように切れ込みを入れます。それでは残り時間ですね、同じように170度で23分焼いていきます。
はい、焼き上がりました。このようにね、美味しそうにね、ふっくら焼き上がってます。そしたらね、こういったペットボトルやまたは瓶などを用意してください。この容器を逆さまにしてこのペットボトルに刺しましょう。そして逆さまにした状態でしっかり冷ましていきます。シフォンケーキはそのままの状態で冷ましてしまうと生地が詰まってしまいますので、必ず逆さまにして冷ますようにしてください。それではこのまま冷ましていきます。はい、シフォンケーキが冷めました。このようにとてもね、ふわふわに仕上がってます。それではね、型から取り外していきます。側面をね、ピリピリと剥がします。はい、そして底の部分を剥がします。あとは中央部分も剥がして、はい、そして取り外してください。このようにね、とてもふわふわに仕上がってます。これで完成です。はい、これで抹茶シフォンケーキの完成です。どんな感じに仕上がりました？シフォンケーキはね、すっごくふわふわに仕上がってます。では切ります。このようにすごくね、ふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。ではいただきます。もうね、ふわふわしっとりですごく美味しいです。そしてね、抹茶の香りがしてすごく濃厚な仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の抹茶シフォンケーキのポイントです。まず抹茶パウダーなんですが、こちらは非常にダマになりやすいので、まずはじめに牛乳を少しずつ加えてしっかり溶くようにしてください。一度ね、電子レンジで軽く加熱していただくと全体が柔らかくなるのでダマが取れやすくなります。なので一度ね、ある程度混ぜたら加熱してみてください。続いて生地を作る時のポイントです。まず卵なんですが、こちらは卵白と卵黄に分けて、卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そしてその後ですね、卵黄にね、それぞれ材料を加えていくんですが、材料は加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。お砂糖に関しましてはすぐ混ぜないとお砂糖がね、卵黄の水分を吸ってしまって粒々ができてしまいます。なので加えたらすぐ混ぜるようにしてください。そして卵黄生地ができたら泡立てた卵白とね、混ぜるんですけれども、1回目はしっかりめに混ぜて2つの生地をなじませてください。そして2回目はですね、ふわっと混ぜて、3回目はボウルを移し替えて混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。ただここでね、あんまり混ぜすぎると膨らまない原因になりますので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、焼き始めてから7分ぐらいしたら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れてください。そうすることで綺麗にふっくらと膨らみます。そしてその後焼き上がったらペットボトルや瓶などを利用してシフォンケーキ型を逆さまにしてそのまま冷ますようにしてください。焼き上がった状態で置いておくと生地が詰まってしまいますので、必ず逆さまにして焼くようにしてください。あとは冷めたらですね、お好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は抹茶シフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。